はい、おはようございます。今私はですね、アメリカのワシントンに来ています。昨日ですね、ホテルに着いたのが、深夜の1時ぐらいになりました。ちょっとバタバタしていましてね、遅くなってしまったんですけれども、南米周遊の旅を終えて、これからはですね、北アメリカの方を周遊していくような形になります。日付はですね、4月26日日曜日になります。で、私はこのワシントンで観光しようとしているのはですね、ホワイトハウス一番見たいなと思ってました。あとその周辺を観光して、もう軽く観光したらもうまた部屋にすぐ戻ってこようかなっていうふうに思ってます。結構ね、旅の疲れが溜まってますので、今回今もですね、もうお昼の12時を過ぎてるんですが、結構のんびりしてました。あと動画の編集もですね、なかなか進んでなくて、飛行機の中ではやってたんですけど、アップロードがね、なかなか電波が弱くてできなかったので、昨日やっと、上げられて、さっきね、ちょうど上げられたところです。もうやっと1本目なので、この後コンスタントに上げられるといいなっていうふうに思ってます。で、今日はこの後ホワイトハウスに行って、見学して、でここからはですね、このホテルはちょうど空港の近くにあるんですけど、ホワイトハウスまではだいたい1時間半から2時間ぐらいで到着するそうなので、午後ちょっとゆっくり行って、あとその周辺を観光したら、この近くにですね、コストコがあるんですよ。なのでちょっとアメリカのコストコも見てみたいなと思って、日没前までに、戻ってこれるような距離ではあるので、距離にしてだいたい1キロぐらいあるそうなんですが、徒歩で行けるかなと思うので、ちょっとそこもね、楽しみに見てこようかなっていうふうに思ってます。ということで、ワシントンはですね、結構のんびりな感じになりそうなんですが、これまでが結構ね、バタバタ忙しかったので、ちょっとゆっくり一緒に旅を楽しんでいただけたらと思います。で、南米の、周遊の感想なんですけれども、アメリカに来てすごく思うことはですね、なんかやっぱり初めての大陸だったっていうこともあったし、あとやっぱり危ない国っていうふうにすごく言われてたので、その不安要素がすごく高かったのでドキドキしていたんですが、実際にはめちゃくちゃ楽しくって、もうね、今すぐにでもまたペルーに行って観光できなかったところ行きたいなって思ってるぐらい、ちょっとリピーターになりそうな感じです。ただやっぱりお手洗いとかやっぱりちょっとリスクを感じる部分もありましたので、ちょっと次回また緊張しながら行くような感じになると思うんですが、今ちょっと記憶の、まだ新しいうちにちょっとお伝えしておきたいことが、南米で、一番ねちょっと怖いなっていうふうに思った都市はですね、ペルーのプーノになります。ペルーは結構皆さんマチュピチュとか、あとレインボーマウンテンとか観光地も私も巡ってきたんですけど、その辺りはそんなには危険な感じはなかったんですが、プーノはウロス島というところに行きました。で、そのツアーに関してももちろん観光地なので特に問題なかったんですが、市内はですね、結構警察官の方すごくたくさんいらっしゃって、で夜はもうね、人があんまり歩いてないぐらいシーンとしてて、あとはですね、あのそのお店のところにすぐロックがかかってたりとか、結構鉄格子があったりとか、なんかちょっと異様な感じがしましたので、プーのはね、あんまり情報がなかったので、こんなになんだ、こんななんだっていうぐらい、ちょっと怖さを感じました。なので夜はあんまり出歩かない方がいいかなっていうふうに思います。そしてですね、もう一箇所。昨日行ってきたメキシコなんですが、メキシコも結構日没直前になるともう皆さん店じまいをすぐ始められてるんですよ。その光景もなんかちょっと異様な感じがしたのと、あとね、車がねめっちゃやばい。市バスっていうのかな、市民が使うバスがあるんですけど、空港に向かうバスはめちゃくちゃ綺麗なんですよ。ピカピカ新品で。なんだけど、走ってる市バスは窓がなかったりとか、あと乗り降りする扉もなかったり、あとは扉がね、壊れたバスとかある。ヘッドライトのヘッドランプもないっていう、なんかもう言葉悪いんですけど、ポンコツ車が走ってるような感じで、ちょっとびっくりしました。
で、空港をですね、工事してる場所がすごく多かったのは、なんでかって、ワールドカップが6月に始まるので、それに合わせてめちゃくちゃあちこちで工事してるそうです。だからね、すごくね、空港の周辺もちょっと分かりにくかったんですけど、皆さん来られる時はですね、多分、そのワールドカップ以降だと思うので、もうちょっと分かりやすいかなと思うんですが、反省点としては、そのメキシコの空港から市内に向かうバスが、未だにね、まだちょっと不明だったっていうところですね。もうちょっと時間があれば、ちょっと冒険して、乗り場からそのまま乗ってってもよかったなって思うんですが、ちょっと未だにまだそこが不明なところではありますが、メキシコの皆さんはですね、とっても親切で何か聞いたりとかしても笑顔で答えてくれたりとかして、結構フレンドリーだったので、人としてはね、すごく良かったし、居心地も良かったです。タコスもね、楽しんで食べれたしね。はい、良かったんですけど、で、昨日のトラブルとしては、そのユナイテッド航空が6時間遅延するっていうことがあって、で、私素直にね、もう遅延して、最悪欠航になるかもしれないっていう飛行機をそのまま待ってればよかったなと思って、乗り継ぎもあって結構時間かかっちゃって、で結果的にはですね、その私が乗ろうとしていた飛行機は欠航にはならず、ちゃんと到着してたし、しかも到着するのは私が飛行機利用したのよりも早かった。で、あと座席の空席状況とかも見ても結構ガラガラだったんですよ。だから結構皆さんね、乗り継ぎを変えたような感じの印象はあったんですが、ビジネスクラスが取れてなかったので、もし変えてなかったらビジネス乗れたかなとかね、ちょっとそんな悔いは残りましたけれども、過ぎてしまったことはね、しょうがないんですが、この後はですね、もうちょっとアメリカからまたカナダに向かって、明日はカナダに向かうんですけれども、続きの旅も楽しんでいきたいと思いますので、よかったら引き続き旅一緒に楽しんでください。もうね、12時17分です。行きましょう。はい。ちなみにお部屋はですね、今回のホテルがヒルトン系列なんですね。で、部屋めちゃくちゃ広いし、ちょっともう使った後だから散らかってますけれども、もうお布団もすごいめちゃくちゃ大きい。キングベッドですよ、これ。だからこの辺に着替えとかをガーって置いたまま寝ても何も動かないっていうぐらい贅沢なお部屋なんですけど。で、コンセントも両側にちゃんとこの USB とあとタイプ C と普通のコンセント。これはね、日本と同じタイプ A になります。なので、日本の、海外対応のものだったらそのまま使えるような感じです。すごくいいホテルを取れてよかったです。なんか写真で紹介されてるのより部屋はずっと良かったですね。で、ちなみにここのホテルなんですが、皆さんおいくらだと思いますか？こちらのホテル2泊で28,000円ぐらいになります。で、デポジットって言って何かここのホテルで何かあった時のためにチェックインの時に30ドルをクレジットカードで決済してます。何もなければそのまま返金されるような感じです。だから1泊14,000円で、ここのお部屋も取ったのはすごく早いです。半年以上前にこのホテルは予約をしました。なんかホテルの人がね、空港までバス停とか送っていくよって言ってくれたんだけど、ホワイトハウス行くって言ったら空港に行ってそこから直行の電車に乗った方が早いということで、1時のバスに乗せてもらえることになりました。やっぱりさ、いいホテルだと扱いが違うね。しかも寒くて着替えました。めっちゃ寒い。しかもこの下もヒートテック履いてます。フリーコーヒーがありますね。綺麗にしてくれてるから、このカーペットの上にいるけど、ここに座って待ってよ。いいホテルだわ、ここ。よかった、1回ぐらいこういうとこ泊まっといて。で、運転手さんがいい人で、メトロの場所の近くまでシャトルバスで連れてきてくれました。今1時20分です。ということで、ここからメトロに乗ります。タッチで行けるはずなので、タッチで乗っていきます。 OK、 Let's go。 なんか開けてくれた。また行っちゃうかと思ったら、やった。ていうかめっちゃ寒い。ダウンだけじゃ寒いわ。誰も乗ってないんだけど、向こうの車両も全然いない。1人しか乗ってない。ちょうど1時間はかかんなかったかなぐらいかな。この後
ナビを見ながら向かいます。アメリカ、さすがアンテナバリバリ立ってます。駅の改札はこんな感じです。タッチで入ってタッチで出るっていう感じでした。さあ行けるかな。で駅名がこれ MC なんとかスクエアって書いてある。メトロマップあんまり使うことないと思うけど、私もちょっとこの辺まで行きたいなと思ってます。映画に出てきそうなめっちゃかっこいい車が止まってる。何これ、車な、ちゃんとナンバーあるもんね。アメリカだ。ちょっと緊張したけど、やっぱここ首都だから大丈夫だと思うけどね。変な人ちょっといましたけど多分大丈夫で、ちなみに駅出て、いつも私大体反対方向行っちゃうんですけど、出て右ですね。右、ヒルトンが正面に見えてくるので、その道の方に行くような感じで、今向かってるのはホワイトハウスのビジターセンターっていうとこですね。今日はお天気があいにくの曇りなんですが、昨日は雨だったみたいなんで、ただめっちゃくちゃ寒い。もう動けば少しいいんだけど、ほんと寒い。分かりやすく表札立ってました。じゃあちょっとビジターセンターとホワイトハウスの方行って、その後向こうの方行こうかな。めっちゃ都会てかさ、車線広いね。普通の道路なのに3車線。警察の人もいっぱいいますよ。駅にもいっぱいいた。ここかな、ビジターセンター。寒い。入るときに荷物検査が、保安検査みたいなのがありました。上着脱いでカバン取って。館内は撮影大丈夫だそうです。アメリカに250周年なんだね。大きな国ですよ。彫刻みたい、天井。ワンフロアだけで、この後ホワイトハウスの行き方をちょっと教えてもらったので行ってみようと思います。今はフェンスに囲まれているのでメインからは見れなくて、後ろ側からちょっと見えるよっていうところで、ここに行きます。この辺り。そうするとこのリンカーンとかのモニュメントとか、ちょっと反対になっちゃったけど見れるそうです。30分ぐらい歩くけど、ちょっと行ってみようと思います。今、2時50分なのでちょっと歩いて行ってみましょう。この真ん中の道がここになるんだけど、これ行けないんで、一般人は。周辺はこんな感じですよ。テレビでよく出ちゃうような場所ですね。あそこになんか塔がありますね。あっちの方に向かっていきますけど、何のバスなんだろうあれ。オールドタウントローリーだって。遠いね。さあちょっと逆方向歩いてきて、ホワイトハウス近づいてみました。中には入れないけどね。めっちゃ大きい。これだけを見るためにワシントン寄りましたけど、やっぱアメリカは大きいね。すごいわ。ホワイトハウスです。これがで、さっきの場所はですね、ビジターセンターで、そのホワイトハウスを再現したような感じにしてあるということでした。今ホワイトハウスがあって、で一番遠くに見えるのが US キャピトルだって。 US キャピタル。あそこの塔は1ドルで入場できるそうなんですが、すぐ完売しちゃうそうです。特に今日日曜日だからね、多分無理だと思うけど、行くだけ行ってみます。あの建物もちょっと珍しい感じですね。到着しました。もうちょっと先だけど、ちょっと近づきすぎると撮れなくなっちゃう。これがですね、ワシントン記念塔ということです。中に入れるかな、どうだろうね。なんかこの中エレベーターがあって、エレベーターで上まで一気に上がるそうですよ。来る前に調べてきたんですけど、
3時にチケットが残ってればちょっと整理券配るそうなんですが、ここにもあった。でも聞いたらもう今日の分はもうないそうです。こんな感じで、何が見えるのか聞いたら、ここ一番上まで行くと、パノラマビューっていうの全部見れる、景色があるそうです。今3時12分なんですけど、ちょっと惜しかったですね。3時に来たら見れたのかな。まあしょうがないですね。じゃあ次に行きましょう。ちなみにですね、ここのチケットは1ドルになります。すごい人気あるそうですよ、ここ。特に今日日曜日だからね。まああんまり関係ないけど、観光地曜日は。じゃあ、今見えてるあそこに向かいます。見えるかな。もうちょっと近づきます。ちょっとボロボロになっちゃったけど、これ一直線につながってるみたいな。さっき見えたあの建物とこの建物とここと、あとはリンカーンって行ってみましょう。今3時18分。どのぐらいかかるかな。噴水のところまで来ました。まだまだずっと先だけど、なんかさ、今日コストコ閉まるの6時らしくって、かなり巻いて観光しないとダメっぽい。今もう5時半になろうとしてるので、4時には出ようと思ってます。コストコも行っときたいですもんね。書いてある文字何かなと思ったら、州の名前が書かれてますね。例えばニューヨークとかケンタッキー、こんな感じなんだね。来てみないと分かんないもんですね。メインの建物しか見たことなかったけど、ここから見る塔も素晴らしいですね。多分あの窓から見えるんだね。お天気になってきた。そこに馬がいます。ちょっと遠くて分かりにくいかもしれない。今ね3時37分だから20分ぐらいかな、歩いてきたところです。わあ、結構歩いたよね。塔の方から来てるから。ここもまたなんか工事してますね。本当は一直線でつながってるはずなんだよね。かっこいいね。アメリカって本当規模が違うわ。私の肉眼では見えてますけどね、リンカーンが真ん中にいる。教科書で見たリンカーン大統領。ここからズームで撮れるかな。見えますか。リンカーン大統領真ん中にいます。近づいていこう。一緒に見ましょう。さて、さあ皆さん行きますよ。じゃ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 ん。リンカーン大統領でございます。ど真ん中に鎮座してさ、こうやって見てるわけよ。わー、すごーい。ここにリンカーン大統領の名言が刻まれています。皆さん知ってると思います。 By the people, for the people, shall not please。 あとは分かんないな。最後にリンカーンさんにさようならして、さあ行きましょう。
本当はね、なんかジョージタウンとかいうところもおしゃれで行ってみたいなと思ったんですけど、今回はホワイトハウスを見に来ただけなので飛ばします。あ、飛行機。アメリカン航空かな。さっきとは違う駅に戻ってきました。結構早歩きだったけど、今4時9分です。ここにいるボギーボトムって読むのかな。1時間ぐらいかかりますね、ここから電車。間に合うかな、そこ。これで合ってるかな。スバーン、あ、違うな。空港に戻ってきました。ちょっとコストコは厳しそうですね、残念ながら。こっちがターミナル。昨日いたところにちょっと行ってみようと思います。乗り場なんですけど、この6っていうところから出ていくといいです。そしてあとちょっと先に行くと電話ボックスがあるので、そこで電話ができます。で、どのホテルも同じような感じ。ウーバーの乗り場もここです。昨日はさ、めちゃくちゃ寒い中、私ここで待ってたのね。今日は暖かいですけど、日中は暖かいけど夜冷えますね。で 2G、 ここがホテルのお迎えお願いしているところはで、ウーバーはあそこから出てます。ウーバーちょっと調べたんだけど、コストコまで行くのになんか5000ぐらいかかるから、もう諦めました。なのでカナダに行った時にでもコストコに行こうと思います。本当アメリカが良かったけどね、さすがにしょうがないね。ヒルトン系列のホテルでハンプトンインダレスサウスですね。なんか似た名前のホテルもあったんですけど、違うって言われました。バス走ってったら。で、青いバスです。さて、なんかやっぱね、送迎ついてるとありがたいですね。出ないとね、多分20ドルか30ドルぐらいかかりますね、空港からここまで。だいたい車で20分ぐらいかかりますので、ぜひ送迎のあるホテルを利用しましょう。あとは人数が多い場合はウーバーでもいいと思います。じゃあちょっとね、車から見えたなんかね、ショッピングモールみたいなところがあったので、ちょっと今そこに歩いて向かってます。で、コストコはですね、車からも見てたんですけど、見つけられなかったです。だからちょっと奥まったところにあるのかもしれないですね。なので今回はちょっと予定してたけど、ちょっと残念ですが、カナダに行くときに行こうと思いますので、ぜひその時は期待しててください。車から見えたウェンディーズ、あとセブンイレブン、ちょっと行ってみましょう。もう明日は朝早く出発しますので、ちょっと見てこう、何があるのか。ここね、結構レストランがずっとあるような感じでしたね。なんだろう、サービスエリア的な感じなのかな、高速道路の。ちょっと違うけどね。なんか買い物っていうよりはレストラン、ご飯食べに来るような場所でした。あとお寿司屋さんもあった。焼き寿司って書いてあるけどね。あとピザ屋さんとかバーガー系と、あとはフォーって書いてあるベトナム料理、チャイナ料理があります。なんか今日洗濯するか迷ってたんですけど、洗濯すると洗剤をね、私今回持ってくるの忘れちゃって、いつも持ち歩いてるのに忘れちゃったんですよ、今回。それを洗剤を買うとまたそこで荷物が増えるから、カナダでまとめて洗濯しようと思います。今もう長袖に変わりましたからね、ちょうどいいかな。セブンです。なんか想像してるセブンと違うけど、でもそんなにすごい大きいわけじゃないんだね。お水セブンセレクトだって。いくらなんだろう。ちょっと中入ってみます。ワッフルのハンバーガー4ドルとか、そんな高くないね。ポテチ系、これまたあったね。
アイス食べたい。寒いけど。いくらだろう。ビールでっかい。お水はここか。やっぱり1ドル59。見て、まるちゃんがある。しかも1ドル59だって。この辺カップ麺だわ。ほら、まるちゃん。まるちゃんだ。これもあるよ。とんがりコーン。とんがりコーンの方が高い。あと、かっぱえびせん。ホットガーリックとか、オリジナル。買ってきました。さあ、私は何を買ったでしょうか。当ててくださいませ。部屋に戻ります。お疲れ様でした。買っちゃった。やっぱりビール。いやー、疲れたけど、今日は、活動が1時からで、ここに戻ってきたのがですね、だいたい6時ぐらいになります。そして今の時間だいたい7時半ぐらいになります。で、買ってきました。何だと思いますか？ちょっと多すぎたかもって思ったんだけど、ビール買っちゃったんだよ。おつまみ、バーベキューソース。じゃーん、ナゲットです。6ピースにするか4ピースにするか迷って6ピースにしちゃった。なんかジャンクフードでしょ。で、ポテト、これからカナダに行って死ぬほど食べそうだけど、あ、美味しい。ウェンディーズってもう日本ないんだよね、確か。これスモールサイズなんだけど、こんなに大きい。では、今日もお疲れ様でした。行きましょう。よいしょ。乾杯。スペイン語だとサルーですけどね。いやー、うまー。美味しい。ナゲットいただきます。ちなみにですね、これはセブンイレブンで買ったんだけど、これはウェンディーズで買って、両方合わせて10ドルぐらいです。はい、ということで今回のアメリカ編いかがだったでしょうか。私はね、ワシントンに来たらホワイトハウスに行きたいと思ってました。でも実際にはホワイトハウスはね、本当は真正面から見れると思ってたんですけど、今は真正面から見れなくって、この横側から見るしかないよっていうふうに言われたので、それをちょっと見てきたので、ちょっと物足らなさがあったんですけど、その後に行ったリンカーンのところですね。リンカーンの大統領がいるところに行った時の感動が結構高まったので、結構個人的には満足しています。で、観光時間としては、2、3時間ぐらいだからそんなに長くはないんですけど、例えばトランジットでワシントンに到着して少し時間があるなっていう方もですね、メトロを使えば1本であそこのホワイトハウスの方まで行けますので、ぜひ今回の動画参考になればと思います。私はワシントンではちょっとこの南米の疲れが出てるんじゃないかなと思ってゆっくりするために2泊取りましたけれども、今回それでワシントンの方まで、ワシントンじゃないホワイトハウスの方観光もできたし、で明日はですね、また朝早くここを7時に出発してカナダに向かいます。今度エアカナダなんですけど、エアカナダも結構ね、飛行機遅延が多いって聞くんですよね。欠航になることも多いみたいなんだけど、多分大丈夫じゃないかなっていうふうには思ってます。で、ようやくですね、エアカナダはビジネスが乗れるんですけど、ほんのね、2時間も乗らないんですけどね、ちょっとどんな感じなのかレポしたいと思いますので、よかったら続きの動画もまた楽しみに見ていただけると嬉しいです。で、今日はですね、ようやくメキシコ編っていうか、この成田からメキシコ編の1話目がやっとシーズン1ということで、
公開することができましたので、この後もですねちょっとここでもう少し頑張って編集だけしておこうかなっていうふうに思ってますので、今後もですねこんな感じでちょっとタイムラグがあるということをご了承いただきながらですねご覧いただけると嬉しいです。ではまた、明日カナダに向かう、道中からお届けしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次の旅でお会いしましょう。バイバイ。有料だけど使えます。結構広いジムですね。プールもあります。アルコールはいくらだったんだろう。意外と良心的な価格で販売されてます。カップラーメン2ドルだった。普通に買っていきたいね。カナダにあると思うけどそんな高くないですね。さあ時間だ。